はい、始まりました。今日は大人気シリーズの2色編がついに始まりました。今日はイゼットです。なるほど。はい。まず自分が得意な色から。そうです。まず僕が一番2色で好きなイゼットから始めようと思います。なるほどね。好きな色からやっていくっていうのは通例なんで。はい。ってことはもう一番最後に来るのは一番嫌いな色だと。いや、そういうわけじゃないですけど。白茶炭は一番嫌いだと。嫌いっていうか、ちょっと無理だったんですよね。実際イゼット結構人気ありますよね。そんなことないですか？だって普通にデュアランの中で一番高いのは確かにでしょ、そ確かにそうですよね。そうですよね。ね。はい。ボルカが、一番欲しいんですが一番高いっていうことですもんね。そうです。で、タイトルを見ていただければ分かると思うんですけど、今日はこれからイゼットの当事者を始めようと思っている人におすすめのカード10選になります。パチパチパチ。10枚イゼット選んできました。はい。はい。僕らが選んだこの10枚からそのイゼットっていうのはどういうものか想像してほしいんですけども、はい。まず高いカードを、いつもの高いカード、例えば LED、はい。いわゆるブリッジのはい。コンボがまあね。イゼットなんですよね。そうですね。はい。で、あと主にイゼット絡みという形になるんですが、直感のコンボをいますか、大体、ほぼブリーチじゃねえかという直感のコンボはイゼット絡みなんで一応直感紹介させていただくんですけど、あとはハトバ絡みは大体イゼットですんで、竹カードそれぐらいですかね。そうですね。はい。で、2色のコンボの紹介といいますか、さらっとしようかと思ったんですが、2色になるとコンボがめちゃくちゃ多いです。単色に比べると急激に増えるわね、そりゃ。イゼットのコンボで言いますと、もちろん LED、ハトババリン、UFZ と好奇心、光角と好奇心、二重栄翔系、変身、異形化系、武道弾、つまり無限ソーム、逆転棒無限ソームですよね。だったり、今言っただけでも結構あります。全部割愛させていただきます。はい。そこを話せとか言われそうな。そこを話せって言われる。それ何のコンボみたいに言われそうな気もしないではないんだけど。ないんですが、コンボがありますんで、それはご自分でおしゃべりになってください。はい。多分見てる人は分かってると思いますんで。はい。どこに向けて配信してるのかって若干の疑問が生まれないことはないんだけど、確かに大丈夫です。大丈夫ですか？はい。無限コンボは好きなんで調べますよ。そうね。無限コンボのコーナーやってもいいんですけど。はい。じゃあそれで10枚発表させていただきます。はい。まず1枚目から。まず1枚目は時を超えた短足。はい。はい。ディグになります。ディグですね。中盤カードを割愛しなくて大丈夫ですか？これなぜイゼットなのかと言いますと、能力説明しますと、8マナのインスタント、めっちゃ重いです、が探査を持ってまして、墓地から1枚カードを通用すると1コス軽減できるということで、2マナで打てる、大体呪文になってまして、ライブラリから7枚見て2枚手札に加える、7枚見て2枚も手札に加えられる、めっちゃ惚れます。なんでいいかと言いますと、これワンチャンイゼットだったら踏み倒すこともできますよね。なんかマナコスト、これ8マナの呪文を打ってるっていう扱いになるじゃんと思って、今一瞬あれと思って、なんかね、違う出来事も言い始めちゃったんだけど大丈夫なんですね。でも一応7枚掘れるっていうのは安いカードでしたら結構強いですよね。インスタントで墓地にその呪文が超えてきますんで、青赤は、なんでディグは結構使うんじゃないかなと思います。で、2枚目いきます。はい。2枚目はドロー、何がいいんだっていう話になると思うんですけど、大魔導士の名誉教授というストリック成分最強カードの紹介になるんですが、ストリック成分最強はそいつ間違いないと。間違いないでしょうね。多分300円とかだよ、そいつ。こいつ4マナ22のクリーチャーで、マギ、いわゆるインスタント化ソーサリーである呪文を唱えるかコピーするたびに、マギが言わせるたびに、カード1枚引くというカードなんですが、要はイゼットって結構ストームを稼いだりとか無限ストームで勝つことっていうのが結構多いですよね。
だいたいスペル連打する構成になりますんで、だからこいつでドローしていくことって結構よくあると言いますか、はい、大変重要ですということですね。一応憤怒の嵐っていうカードと2枚コンボですはい、で次のカードいきます。で次、ストームを稼いでいく兼ね合いで、ストームを稼ぐ場合はピッチのカードって結構いっぱいイゼットあったら入っていくと思うんですよ。大体有名なカードはありますけど与えさせていただいて、ちょっと聞いたことない人いるかもしれないぐらいの。そんなことない知ってるか。一応水没というカードなんですけども、5マナのインスタントです。これは、対戦相手が森をコントロールしてて、私が島をコントロールしてたらターンで唱えられるという。大体タダで捉えられますよね。一回5マナで唱えたことありまして、僕。あれにはあるだろう。対戦相手のクリーチャー1体をそのオーナーのライブラリーの一番上に置くっていうカードでして、これがかなり青赤だとピン除去があんまりないので急速混成とかに入ることになりますので、これがその代わりとしてでピッチでしかも打てるということでストーンも稼いじゃうということで、かなりお安くて、かなりいいカードになってます。今回紹介させていただきました。大体邪魔してるスタックス系クリーチャーどかすのに使うか、処理できないクソデカ生物をどかすのに使うことになると。逃走者を上に置くっていうのも結構ありですよね。戻って怖いんでちょっとライブラリトップに置くということはなかなかしないので。僕ちょっとこの間ツイートしたんですが、水没されたと思ってトップ置いたらパスされちゃってライブラリ混ざんのかなと思ったらパスはメイだったっていうこともありました、混ざんない可能性もあるんですけど、で次のカードいきます。で次は炎の中の過去というカードをご紹介させていただきたいんですけども、こいつは4マナのソーサリーで、あなたの墓地にある各インスタントカード、各ソーサリーカードはターン終了時までフラッシュバックを得ます、でフラッシュバックコストはそれ自身のマナコストに等しい、つまり墓地のカードが1回インスタントソーサリー使えるようになるっていうカードなんですね。あとフラッシュバックで、5マナでもう1回使えるということになってます。で今の無限ストームとかの話の兼ね合いで言いますと、墓地にあるインスタントソーサリーをこれがあることによってもう一回使えるようになっちゃうよっていうことで、例えば墓地にそのマナ加速とか崖のがあるとマナ増えますし、あと試合が終盤に差し掛かってコントロール系とかだと普通にこれ使って墓地にあるインスタントソーサリー、例えばディグトだったり使ってドローしに行くことも、帝豪とかで打っていくことも可能じゃないですか。なんでこの炎の中の過去っていうのは EZ だと結構使われてますよね。そうですね。で次のカードいきます。次のカードはボーナスラウンドというカードなんですけども、3マナのソーサリーで、ターン終了時までプレイヤーがインスタントかソーサリーである呪文を唱えるたび、そのプレイヤーはそれをコピーすると、そのプレイヤーはそのコピーの新しい対象を選んでもよい、つまりインスタントソーサリーの呪文が倍になります。なりますね。ただしこれは自分だけではない。相手も要はさっきの無限ストームの話で、ストームを稼いでいくっていう話があると思うんですけど、その兼ね合いで墓地にあるカードがまた再び使えるようになって、そのインスタントソーサリーがさらに2倍だということで、かなりストームが稼げるようになりますよね。大体ありがちなのは、例えばハイタイドみたいなね、呪文をね、コピーして、凄まじいマナーを生んで、墓地にある呪文を唱え倒して、フィニッシュまでつなげると。そうですよね。いうような形にはなります。ただ相手のピッチカウンターとかも2倍飛んでくるんで、カウンターも2倍だと。でこっちのカウンターも2倍だと。その辺は決まるか決まらないかは見極めてほしいですが。なるほどね、そうですよね。で無限ストームしていく、そういうじゃあさっきの名誉教授みたいなマギを持ってるクリーチャーが多いですかね。そうですね。嵐我慢の芸術家であったり、この辺がいるといないでは全然変わってくるんで、ビリティがいたりとかっていうこともありますよね。今打ち消し合いの話あったんですが、青赤の打ち消しでこれ入るぜっていう、ここで紹介するしかないかなと思ったんで、一応その打ち消しを紹介したいんですけども、グレインハ
まあ、定番ですね。定番の。はい、定番ですね。はい、これ割愛されなかった、なぜか。なぜか割愛されなかった。レガシーやってる人だったらグレンハ知ってますよね。グレンハ一応紹介させていただくんですが、能力赤1マナのインスタントで、呪文を1つを対象として、それが青ならそれを打ち消す、パーマネント1つを対象として、それが青ならそれを破壊する、という呪文です。はい、これをグレンハ説明させていただくのには理由がありまして、はい、もう1枚ありますよね。皆さんが知ってるであろうカード、赤霊波という呪文があるんですが、これちょっと違うぞという、こういうのがあるんですよ。ありますね。どっちがいいかっていう話をここでしたいんですが、赤霊波は青の呪文を1つを対象としてそれを打ち消す、で青のパーマネント1つを対象としてそれを破壊する。急に何の話してんだろうっていう、なんか違うのっていう思う方もいるかもしれませんが、グレンハは呪文1つを対象としてます。で赤霊波は青の呪文を1つ対象としてますと。これはちょっと大きな違いでして、普通は他のイゼット以外の色でしたら赤霊波を選びます。青の呪文を対象としているので、打ち消し合いとかで変更アタキとか、変更を曲げられる呪文を食らった時にこいつ自身を曲げられないので、赤霊波の方が実は強いんですよ。普通はね。普通は。ただ今回はグレンハを選んだ理由がありまして、イゼットにはグレンハの方がいいんですよね。そうですね。はい。そう思いますけど。なぜかと言いますと、それは呪文を一つを対象としてる。つまり一回空打ちできるぞと。ストーンも一回稼げるじゃんと。そうですね。いうことなんですよね。そうですね。はい。青くないやつ対象にしても打てるんで。出るというね。それが大きな違いでして、例えばさっきの名誉教授が出てる状態でこれを空打ちできるのかできないかっていうのが大きな違いだと。ボーナスラウンドがある状態でこれを2回打てるのかどうかっていうのが大きな違いだと。そうですね。はい。いうことでグレンハはイゼットのカードですという。で赤霊波はそれ以外のデッキに入りますということになりますかね。はい。で今打ち消しの話で言いますと、次のカードいくんですが、誤った指図というカードを1枚紹介させていただきたいんですが、はい、これは5マナのインスタントで、いわゆるピッチなんですが、青のカードを1枚追放してタダで唱えられる。で単一の対象を持つ呪文を対象としてそれを対象を変更する、いわゆるピッチの対象変更、ミスディレクションというカードですよね。これは青系なら大体入るじゃんと思われるかと思うんですけども、一応ここで紹介させていただいた理由が何個かありまして、まず、ピッチ、いわゆるストーンも稼げます。とにかくストーンも稼げるということに意味がありまして、ストーンを稼げる上で、いわゆる対象変更なので、イゼットというのは逃走者を守らないといけません。他のデッキは逃走者を守らなくても済んだりするんですが、イゼットは大体逃走者を守らなきゃいけません。大体逃走者を主軸に組んでいる、逃走者はシステムクリーチャーであるっていうケースが多いと思います。多いですよね。例えば2分イゼット守らなきゃいけないし、ケラーモーフも守らなきゃいけないし、バトリックも守らなきゃいけないんで、青赤っていうのは逃走者を守らなきゃいけないという意味で、ここで誤った指図がイゼットっぽいカードだなということで紹介させていただきました。はい、まずここでだいたい無限ストームでイゼットは勝ってくっていうのが主軸だっていうのは分かっていただいたと思うんですが、弱点の話をしましょうかということになってくるんですが、とりあえず法の定め系に目っぽい弱いと。まあね、はい、それはスペル連打するんですから。スペル連打するんで、今の話は聞いてもらえば分かると思うんですけど、スペル連打されるんで耳キーンされると終わるっていう。ほぼ動けなくなっちゃう。はい。なんで、あとはリスケンとかリモーラとかもきついじゃないですか。きつい。だって払い続けられないから。それを打ち消すか、もしくはそれを処理するカードっていうのは、混沌のねじれか魔法暴走しかないんですよ。パーマネントを破壊するカードはちょっと弱いんですよね。ですので、バウンスするという手段になります。はい、はい、もうほぼバウンスで対処するという形になりますので、8枚目のカードになるんですが、これちょっとお安いということでこれを選ばせていただいたんですが、叱責の風、これはかなり使えるいいカードなんですが、でお安いカードなんですけど、
2マナのインスタントで土地でないパーマネント1つを対象とし、それをオーナーの手札に戻す、いわゆるバウンスです。で、各プレイヤーはそれぞれ自分のライブラリの一番上から2枚ミルできるという、はい、各プレイヤーです。そうですね。バウンスして2枚ミル。これがね、はい、このおまけの効果が地味に強いんですよ。そうですよね。地味に強い。まずもちろん自分の墓地が超えるという意味でも、はいはい、まあ地味にいいですし、確かに、はい、相手がサーチしてライブラリートップに呪文を置きました。開けました。はい。っていうタイミングでその呪文を落とすのにも使えるんですね。なるほど。はい。ということで、3バウンスの中では、ユーティリティ性が非常に高いカードだと。まあ2マナとマナコスト重いですが、まあ結構そういうユーティリティ性高いですよね。で、一応バウンサーそんなカードを入れましょうということになってます。で、次のカードをいきます。9枚目の呪文になるんですが、こちらティームさんの大好きなカード、6マナのカーンの刑事隔離という、ソーサリン、伝説のソーサリンなんですよ。なんだ伝説のソーサリンっていうね。はい、これはね、もうカジュアル界では最強だと言われてるカードなんですけども、これなぜまあ入ってくるか、まあ、能力説明しますと、プレイヤー1人と土地でないパーマネント最大1つを対象とします。1個ずつプレイヤー1人土地でないパーマネント、でそのプレイヤーはその後に追加の1ターン、つまり追加ターンを得て、もう1個パーマネントは手札に戻るという。でこれが追放される。そうですね。バウンスして追加ターンという優秀なカードで、伝説のソーサリーなんですが、いや伝説のクリーチャーがプレインゾーカーをコントロールしないと止められないんですが、今の話とかなり噛み合ってるなということで、はい、バウンスして追加ターンを得たら、無限ストーンを決めに行けんじゃんと、そういうことですね。はい、いうことですよね。そういうことです。法の定め的なものをバウンスして、追加ターン得たら、俺は自由だということです。そうですよね。そう一応かなりいいカード、これ Z としてはかなり噛み合いがいいですよね。そうですね。はい。でこれ紹介させていただきました。これしかもかなりお安いです。はい。で最後の10枚目の僕の魂のカードの紹介になるんですが、これはもうこの動画を見てくださってる方は、もしかしたらもう予想できてるかもしれない。飲み込むしよう。これ紹介したいんですけど、4マナのソーサリーでして、各プレイヤーはそれぞれ自分がコントロールしていて、土地でないパーマネントまず1つ選びます。土地でないパーマネントで、それに選ばれていない土地でないパーマネントを全てオーナーの手札に戻します。でその後あなたはその手札のカードがあなたより多い対戦相手につき1枚のカードを引く、ということになります。でまず1個選ぶ。これイゼットですと逃走者を指定します。まあ大体そうです。逃走者は絶対必要ですんで、イゼットは大体でさっきの守る金もあったじゃないですか。まず逃走者を指定してイゼットは、であとはオールバウンス、でイゼットとしては出てるのは大体ファクト、安いファクトなんで、また再転換すればいいんですよ。で相手は盤面大体多いんで、これは相手は戻して手札いっぱいになるんですよ。ってことはこれはオールバウンス1個残しオールバウンスの3ドローのカードになります。はい。そうなりやすい。なりやすい。4マナですよ。4マナで1個残しオールバウンスの3ドローですよ。めっちゃ強くないですか？これおすすめなんですよ。安いんで、はい。大体 Z でしか使わないかもしれないですけど、そんなことないか。いや Z でしかこのカード使わないと思うんだよな。本当に俺が Z 使ってるからこのカード押してるのかな。でこれはかなりおすすめになってますんで、買ってみてくださいということになりますかね。はい。まあそんな感じで Z10 枚選んできましたんで、いかがだったでしょうかね。どうなんですかね。イゼットやってる人からすると、あれが出てないんじゃないかみたいなまだ問題ありますかね。一応コメントしていただけるとありがたいんですけど、はい、あとチャンネル登録お願いします。はい、今回の動画は以上になります。おしまい。